いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アコースティックギタリストの熊谷智久です。今回は以前コメント欄でいただいたお話をですね元に話し進めていきたいなと思います。それがですねこちらになるんですが、右足と左足ギターどちらに乗せるのがいいというですね、こういう話なんですが、その以前いただいてた話でも、そういういろんな持ち方する方がいますよねというですね、コメントをいただいてたんですが、簡単に言うとその右足に乗せる形は、フォークギタースタイルというかですね、カントリーとかですね、そういうスタイルになって、左足にこのようにですね乗せる形は、クラシックフォーム、クラシックギターですかね、そういう奏法でよく使われるという形で、どちらもですねその歴史的にずっとみんながいろんな弾き方を試していって、そのジャンルでは、そちらの奏法の方がちょっと弾きやすいなというところで、徐々に固まっていったというですね、ところがありますので、それぞれにメリットとデメリットがあってですね、それをちょっとこの動画の中で、個人的に思うところをですねいろいろと話してみたいなと思います。まず右足に乗せるこの形ですね。右足に乗せるスタイルのメリットデメリットなんですが、こちらになります。メリットとしてはピック弾きがしやすい、これはそうですね、ピックでジャカジャカ弾いたりとかですねいう場合には肘を支点に動かせるので、肘と手首と両方動かすんですけど、そういう滑らかに連動させて動かせるので、ピックで弾いたりするのには弾きやすいかなと、メロディー弾く時でもですね角度的に、ちょうどいい角度になるので、弾きやすいかなと思います。で、あとは体への負担が少ないというところなんですが、非常に比較的に自然にですね構えられるので、次に紹介する左足のフォームですね、こっちと比べるとちょっと体の負担は少ないかなと思います。なので、長時間弾いていても比較的楽かなというところですね。で、ちょっとそのデメリットというかですね、デメリットの部分としてはこちらになりまして、やはりそのクラシックフォームがしにくいというところですね。これはこの左手右手両方なんですが、左手に関してもこの親指を下げるですね、クラシックフォーム、これが、ギターの位置が低くてネックが地面と平行になるので、ちょっと遠くなってですね体からちょっと離れていくと親指を下げにくいと、ここら辺でソロギターでよく使うこのクラシックフォームでいろんなことをやったり指を開いたりするのがちょっと弾きにくいかなと。あと右手に関しても斜めから来るので、そのまま弾いてしまうと弦をこするようなですね、形で指が弦に斜めに当たってしまうので、こちらで構える場合には、手首をちょっと曲げてできるだけ指が弦にですねまっすぐ当たるような形でしないといけないとかの工夫は必要なので、ここはちょっとデメリットの一つかなというところですね。で続いては、こちらの左足に乗せるフォームですね。クラシックギタースタイルというか、このスタイルのメリットデメリットとしてはこちらになります。まずですね、本当にいい面としては先ほど言っていた、クラシックフォームがしやすいと、これに尽きるんですが、左手右手ともにですね、やっぱりこのネックのこの辺りが顔に近づいてくるとですね結構すごく指が開いたりとか、しやすいように体の構造上になっているみたいで、指を開いたりとか、バレーコードしたりとか親指を下げるクラシックフォームは非常にやりやすくなっていまして、で右手に関しても、弦に対してある程度ちょっと角度がつくので、そこまで手をですね曲げなくても指がまっすぐ当たるというところなので、両手ともそういう部分ではいい部分はあります。で、ちょっとデメリットとしてはですねこちらになりますが、ピックでのストローク弾きですね。ちょっとこの肘を支点に動かすとどうしても弦がピックに斜めに当たってしまうので、手首だけでストロークするとか、そういうちょっと工夫は必要になってくるかなと思います。あと単音弾きする場合でも、どうしても斜めに当たってしまうのでちょっとこういうですね、角度をつけたりとか、するのも必要になるかなというところですね。あとは先ほど言っていた、体への負担が大きいというところなんですが、この左足を高く上げてですね、ちょっと
背を反って構えるようなこの、フォームなんですが、このフォーム結構長時間弾いていたりですね、長時間演奏活動で長い期間弾いていたりするとどうしても体に負担が溜まりやすくてですね、結構長年こう演奏活動をしているプロのギタリストなんかでこのフォームでしている方は大体背中を痛めたり腰を痛めたりとかですねいう方が非常に多いので、どうしてもその体の負担というところではある程度あるんじゃないかなという部分ですね。なのでこのフォームで体にちょっと負担があるなという方は足台で足を上げずに足をもう普通の椅子に座った状態にしてですね、ここにこう、クッションのようなギターレストっていうんですかね、クッションのようなものであったり、あとはこう棒であったりアタッチメントをですねギターに取り付けて、ギターをその器具で、高い状態にするというようなものが売っていますので、それもちょっと試してみるといいんじゃないかなというところですね。で最後にその足でリズムが取りにくいというところなんですが、このクラシックギターの構え方なんですが、右足と左足と体とですね、この3点で、ギターを固定するという形になるので、結構体のその制限が大きくてですね、手はフリーになっているんですけど体自体はそんなに動かせない状態なので、体でリズムを感じたりとか、あと足でリズムを取ったりとかですね、そういうことがちょっとやりにくいフォームになっていますので、そのあたりはクラシックギターの、ジャンルになるとそこまでこうビートを感じながら弾くみたいな曲はないので、そういう部分でやっぱりこのフォームのメリットの方が大きいからこのフォームに集約されていったのかなと思うんですが、やっぱりそこの部分はちょっとこう弾いていて僕が感じたところです。ということで、この2種類ですね、ちょっと説明していきましたけれども、僕自身も学生時代はクラシックのこの左足に乗せるスタイルでずっと弾いていましたし、で今はこっちの構え方でやっているんですけれども、両方ともいい面悪い面あるので、それぞれですねちょっとこう考えた結果ですね、僕自身はこちらのフォームで最近ずっと弾いていまして、というのもそのレッスンでは弾き語りのですねジャカジャカ弾く場合もありますし、ソロギターでやる場合もありますし、両方で弾くことがあるのでもうこっちで統一しているというところがまずあるのと、あとこちらのフォームでこの親指を下に下げるクラシックフォームですね、基本的には足台を使わなかったりすると本当にやりにくいんですけど、足台を使ってちょっと足台を高めに設定したりするとギターの位置が高くなってですね、でちょっとだけこのヘッドを上げ気味にするとクラシックフォームもある程度できるようになるので、そこら辺の部分で改善しながらですねソロギターもこのフォームでやっているというところがあります。あとは個人的なところなんですけど、僕自身左利きなのでこの左側のですね体、この左足であったりとかですね左側の体をこうできるだけフリーにしたいというのがありまして、なので左足でリズムを取ったりとかですね、ちょっと体でリズムを感じたりとかいうのがやっぱりこの構え方の方が、僕自身はちょっとやりやすいなと思ったので、最近はずっとこのフォームでしているんですけれども、また先ではもしかするとちょっと演奏スタイルが変わってくると、左足の形でやり出すかもしれないですし、両方とも、いい面悪い面あるかなというところですね。なので今ソロギター練習されている方もですね、こっちだけでしか試したことない方は、一度左足で試してみて、見るのもいいと思いますし、試してみると意外とその、左手出しやすいなとかですね、右手が角度こうまっすぐ行きやすいなとか、いうのも出てくることもありますし、反対の場合もあるので、それぞれ試してですね、その自分に合うフォームを、そちらから選んでいくというところで、効率的にですね練習進めていく形を見つけられるといいかなと思います。ということで、今回は、右足と左足ですね、どちらに乗せればいいのかということで、テーマに話してみました。最後までご覧いただきありがとうございました。